も、きすみです。今日はこんなものを買ってきました。こちら、卵です。どんな人でも一度は食べたことありますよね。ゆで卵や目玉焼きにして食べると非常に美味しいです。で、今回はこの卵を使って何をするかというと、この卵を超高速回転させてゆで卵にするととんでもないことが起きるそうなので、今回まずはこの卵を回転させる超高速回転装置を作ってからゆで卵を作ってみたいと思います。よろしくお願いします。それでは今回作る装置の説明です。まず卵を入れるためのこのような中が空洞の箱を作ります。ここに卵をセットします。そしたら次にこの蓋で封をします。ここに輪ゴムをつけてロックします。これによって卵が高速回転しても中の卵がポンって飛んでいったりはしません。そしてここが肝なんですが、下の部分にインパクトドライバーを差し込んでインパクトドライバーのスイッチをオンにすると、この卵を入れた箱が高速回転するという装置です。この装置がうまくいけば、中の卵が高速回転して、それをゆで卵にすると、とんでもないことが起きるそうです。気になったら止まりません。ということで、早速作っていきましょう。それでは設計していきます。今回は卵を高速回転させるための装置ですね。はまる部分だけ注意です。印刷プレビューです。4時間34分かかります。はい、構造は至ってシンプルですけど、やっぱりこういう思い描いたことを 3D プリンターで形にできるっていうのはマジで楽しいですね。じゃあ、印刷してこっか。ということで、完成しました。卵高速回転装置のパーツです。まずはここに土台とサポートがついているので、ペリっていきます。サポートが取り終わりました。まずこのパーツがはまるのか確認していきます。ぴったりですね。でもこの状態だとほら、グラグラして不安なので、ここに輪ゴムをつけて固定するということですね。それでは一番肝となる卵がこの中にちゃんと入るのかをやってみたいと思います。設計通りちょっとここに隙間があるようにちゃんと卵が収まりました。そしてここに蓋をするという形ですね。ただこの状態だと卵がほらカラン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 言って割れる恐れがあるので、このプチプチ、緩衝材ですね。この緩衝材を卵に巻いてこの中に投入すると、ほらもう全く揺れないですね。ちょっとここ隙間があるんで余分に緩衝材入れておきましょう。はい、これで完璧です。これに蓋をして、でこの状態だとこの蓋がね回転させた時にポーンって飛んでいくから、ここも輪ゴムでしっかりと固定します。はい、ということで準備が整いました。見てください、これまさかこの中に卵が入っていると思いませんよね。それではここにインパクトドライバーを刺すための穴がありますので、ここの下にインパクトドライバーを刺すことによって、大丈夫、壊れてへんかこれ。こういう風にですね回転するということです。でこの回転を思いっきりすることによってとんでもないことが起こるそうなので、早速インパクトドライバーで回転させていきます。それではインパクトドライバーくんを準備しました。これはですね、とんでもない回転量なので、ちょっと弱くやらないとマジでやばいことになると思うんで、ちょっと軽めにやっていきましょう。それではこの2つを合体させていきます。綺麗に入った。これ綺麗に入るのがね、本当に気持ちいいよね。あとは簡単です。スイッチを押して、この卵高速回転装置を回転させていくだけです。それでは、いきますか。めちゃくちゃ不安定やねんけど、これ大丈夫かこれ。それでは、いきます。すげえいい感じだけど、もっとこれさ、深くまで入るようにした方がよかったな。ちょっと様子見ながらやっていきましょう。危ない危ない。いいね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 。痛い痛い痛い。ここがさ、ほら、もうグラッグラなんよ。これぐらいが限界かな。でもいい感じには回ってますね。いいぞいいぞいいぞ。これぐらいが限界。いや、すごいな、これ。中の卵もさ、これ何が起こってるのか分かってないですよ、絶対に。突然なんか変なボックスの中入れられたと思ったらもう、鬼の回転させられてる。これ人間やったら三半規管バグって死んでますからね。これちゃんと足に固定するとえぐいことになったんで、ちょっとやっていきますね。すげえ回転量。はい、できました。さあ一通り回転が終わったんですけども、まず中の卵くんがね、大丈夫かどうか確認しましょう。
お、大丈夫ですね。特に破損もなく。でもこれ、パッと見、何も変わってないですよね。ただこれをゆで卵にすると衝撃の結果になるそうなので、ゆで卵にしていきます。それでは、ゆで卵を作っていきましょう。それでは、中火にして、この中に卵を投入していきます。はい、それでは鍋に卵を投入して、2分ほど温めていきましょう。ヘイシリ、はい、1分30秒測って。1分30秒のタイマーを開始します。待ちます。はい、時間になりました。菜箸を使って転がしながら茹でていきます。この状態で10分間茹でていきます。それでは茹でることができましたんで、火を止めて5分間放置します。5分経過しましたんで、卵を回収します。そしてこの水の中に入れて冷やしてあげます。これも5分間行います。それでは5分間冷やすことができたので完成しました。こちらが回転させたことによって何かが起こるはずの卵です。それではこのゆで卵を早速剥いていきましょう。何か起こっているのでしょうか。いきます。はい。残念ながら何も起こっていませんね。これ何がしたかったかというと、ストッキングとかをこの卵に巻いて大回転させると、実はこの白身と黄身が逆転して外側に黄身が来るっていうやつをやりたかったんですけど、残念ながらあの方法ではできないようですね。マジか。回転じゃ遠心力とかなんかな。これちょっとわかる人よかったらコメントください。これなぜ失敗したのかちょっとよくわかんないです。結果はうまくいきませんでした。ということで、今回は卵を高速回転する装置を作ってみました。やりたかったことはうまくいきませんでしたが、この卵と黄身を逆転させる方法、気になる方は良ければ検索してみてください。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃ、まったねー。